重原内閣が総辞職した頃には、すでに元老が天皇に対して次の総理大臣を推薦するという慣習は崩壊していました。そのため、現職の総理大臣が後継者を推薦するという形が取られており、重原喜重郎が次の総理大臣として推薦したのが、衆議院第一党となった自由党の総裁、鳩山一郎でした。この要請を受けた鳩山も、内閣を組織する意欲を示し、組閣の準備を進めていきます。こうして重原は賛同し、天皇に対して鳩山一郎を次の総理として推薦しました。しかし、その直後、GHQ から驚くべき命令が下されます。鳩山一郎に対する公職追放令です。GHQ は鳩山が戦前に翼賛政治に参加していたことや、極端な国家主義的言動を行っていたことなどを問題視しており、この追放令をもって彼の総理大臣就任を阻止したのです。この公職追放を受けて鳩山は自由党総裁を辞任。日本自由党は突然総裁を失ったことで大きく動揺し、後継者を急遽探す必要に迫られることになりました。その後継者探しの中で名前が挙がったのが吉田茂です。吉田茂は外交官としてキャリアを積み、外務省勤務を経て政治家になった人物です。戦時中には東条内閣と距離を置く姿勢を示し、戦後は重原内閣の外務大臣として GHQ と日本政府の間の交渉役を務めていました。占領下の混乱期を乗り越えるためには国際的な信頼と交渉能力を備えた吉田のような人物がふさわしいと考えられたのです。しかし吉田自身はあくまで自分は外交官である。政治家としての自信はないとして当初は総裁就任を断っていました。とはいえこの時点で自由党には他に適任とされる人物がほとんどいなかったのも事実です。そこで吉田は周囲からの強い要請に応える形で3つの条件を提示した上で自由党総裁への就任を受け入れました。1つ目が資金集めは行わないこと。2つ目が閣僚人事には口出ししないこと。3つ目が嫌になればいつでも辞めて良いことです。こうして日本自由党の新たな総裁に吉田茂が就任することになったのです。ところが当時の日本の状況といえば敗戦によって領土を失い国全体の富も大きく減少していました。さらに外地にいた多くの日本人が次々と本土に引き上げているという状況です。そうなると国内の食料は足りなくなり物価はどんどん上がっていきます。そのような事態に対応するため政府は次々と紙幣を発行。するとお金の価値が下がってしまい、ものすごい勢いでインフレが加速していきました。国民は食料を買うことができなくなり、このままでは1000万人の餓死者が出ると予想されるほど食糧難は深刻な状態となっていたのです。このような状況下で国民は自らの生活と食を守るために各地で労働組合を結成していきました。生活不安はやがて政府に対する怒りへと変わり、5月1日には戦後初の中央メーデーが開催されます。このメーデーには皇居前広場におよそ50万人が集まり、保守反動政権反対、社会党を主犯とする民主人民政府樹立といったスローガンのもと、社会運動が大きく盛り上がりました。さらに共産党の指導のもと、米をよこせと主張する労働運動も実施されます。その際に共産党幹部の徳田久一はなんと首相官邸に乗り込んで2時間以上の座り込みを実施しました。このように共産主義や社会主義の思想に共鳴する国民や政党が運動を活発化させ、政府に対する不満が爆発していた最中、吉田茂は総理大臣に就任することになったのです。こうした国民の強い不満の高まりを受けて、吉田茂は一時組閣を断念せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。ところがこの状況を救ったのがマッカーサーでした。マッカーサーが暴民デモは許さないという声明を発表したため過激化していた社会運動は次第に沈静化。さらに吉田茂はマッカーサーに対して日本に食料を援助してほしいと要請しました。これに対しマッカーサーはアメリカからの対日食料援助を約束。GHQ 主導で食料の緊急輸送が進められることになります。こうして吉田茂は何とか食料危機を脱し組閣したものの、根本的な問題は解決しておらず、第一次吉田内閣は極めて厳しい条件の下で出発することになったのです。
時局は誠に重大を極め、ことに食料問題の速やかなる打開は我が国民再生の鍵であり、一瞬の1000円すら許しません。こうして GHQ の後押しを受けながら成立した第一次吉田内閣によって衆議院における第一党が内閣を組織するという政党内閣の仕組みが日本に復活します。ところがこの時の衆議院の議席を見てみるとわかりますが、吉田が率いる自由党は過半数を確保するには至っておらず、議会における基盤は非常に弱いものでした。そこで吉田茂は重原喜重郎が率いるようになった第二党の進歩党と提携し、保守勢力による連立政権を組むことで、なんとか政権を維持する体制を整えました。ただし、この時の内閣人事は、鳩山一郎を総理とする予定だった幻の鳩山内閣の人事構想をほぼ引き継いだものだったため、吉田茂は何をするにしても鳩山派の意向を無視できず、しばしば会合へ出向いて了承を得る必要がありました。つまり、この時の吉田茂は実質的な権力基盤を持たないまま政権を運営せざるを得ず、政党政治がいかに自身の思い通りに進まないかを痛感することになります。そうした困難な状況の中でも吉田内閣は当時の日本が直面していた2つの重要課題に取り組んでいきます。一つは日本国憲法の制定であり、もう一つは食糧危機からの脱却です。とりわけ政権発足直後の吉田内閣にまず求められたのは日本国憲法の制定でした。こうして日本国憲法は敗戦からわずか半年足らずのうちに起草され、1年3ヶ月後に公布、そして2年足らずで施行されることになりました。この日本国憲法は国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という3つの基本原則に立つものであり、以後日本はこの日本国憲法に基づいて運営されていくことになります。ここで全てに目を通すことはしませんが、どのような内容が定められているのか、章ごとに簡単に見ていきましょう。まず第1章は天皇についてです。帝国憲法改正にあたって行われた審議では、国体が変わるのかどうかという点に議論が集中しました。特に主権が天皇にあるのか、国民にあるのかという点が最大の論点となったのです。最終的には前文で、ここに主権が国民に損することを宣言しと明記され、さらに第1条では、象徴としての天皇の地位は日本国民の総意に基づくものであると定められました。このようにして天皇を日本国と日本国民統合の象徴と位置づける象徴天皇制が始まることになったのです。また、皇位は世襲とされ、天皇の位は天皇の子から孫へと代々受け継がれていくものとされました。天皇は国民のために何かを行うときにおいても、自らの意思ではなく、必ず内閣の意見に従わなければならないことになっています。そして国の政治に口出しできないなど、天皇の権限は憲法によって制限されるようになりました。また、内閣総理大臣については、国会が指名した人物を天皇が任命することになっています。天皇は国会が指名しなかった人物を任命することはできません。同様に最高裁判所長官についても内閣が指名した人物を天皇が任命します。つまり天皇がこれらの重要な人事を自由に決定することはできない仕組みになっており、すべては国民の意思に基づいて進められるのです。これは国民が選んだ国会議員が内閣総理大臣を指名し、その内閣総理大臣が最高裁判所長官を指名するという形で政治の人事が国民の意思によって決定されていくことを意味します。そしてそれを天皇が形式的に任命することで国民の象徴として認めたという形になっているのです。これに続くのが第2章、戦争の放棄についてです。この章には条文が一つしかありません。それが有名な第9条です。まず、日本国民は心から世界の平和を願っているとした上で、国権の発動たる戦争や武力による威嚇または武力の行使を永久に放棄することが宣言されています。さらに、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと明記され、国の公選権はこれを認めないとも定められています。憲法改正にあたっては、この戦争の放棄についても様々な議論が交わされました。中でも、放棄するのは戦争ではなく侵略戦争とすべきではないかという意見が出されました。というのも、もし他の国が日本に攻めてきた場合に、
日本が自分を守るための戦いすらできなくなるとすれば、それは国家の存立に関わる重要な問題だからです。しかし、吉田茂は一貫して、多くの戦争が防衛の名のもとに始まった侵略戦争であった。正当防衛を認めてしまえば、戦争を誘発することになりかねない。だからこそ戦争放棄には例外を設けてはならない。という論理で、戦力は保持しない。と主張しました。ところが、衆議院における審議の過程で、芦田均の発案により、全項の目的を達するためという一文が追加されることになりました。この修正によって条文の解釈に幅が生まれることになります。すなわち、全項の目的が侵略戦争の放棄であると解釈した場合、公団の戦力不保持や交戦権の否認はあくまで侵略戦争を行わないための措置であり、自衛のための必要最小限の力までは否定していないという解釈が可能になったのです。そして続く第3章では、国民の権利及び義務について規定されています。まず、誰が日本国民であるかについては法律で定め、すべての国民が犯すことのできない永久の権利として基本的人権を持っていることが明記されています。つまり、人間であるというだけで誰もが当然に保障される権利であるとされているのです。この第3章では、その基本的人権を具体的に示すために多くの条文が列挙されており、思想、信教、表現の自由や生存権、教育を受ける権利、労働基本権など幅広い権利が保障されています。また、納税や勤労、教育を受けさせる義務といった国民の義務についても定められています。こうして第1章、第2章、第3章を通して見ていくと、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という日本国憲法の3大原則がそれぞれに反映されていることがよくわかります。そして第4章からは、国会、内閣、司法といった国の根幹の部分について定める条文が続いていきます。ここでいう司法というのは、つまり裁判所のことです。これら3つの機関はそれぞれ法律を作る立法権、法律を実行する行政権、法律に基づいて裁く司法権という異なる役割と権利を持っています。このように国が持っている権利を3つに分けてそれぞれ独立させることで1つの機関が権力を集中させたり、むやみやたらに使えないようにしています。例えば、国会が法律を乱発するようになれば、内閣は衆議院を解散することができますし、裁判所はその法律が憲法に違反していないかを審査することができます。また、内閣が権限を乱用して行政を行おうとすれば、国会は内閣不信任決議案を提出して総理大臣を辞めさせることができるし、裁判所も行政に問題がなかったかの裁判を行えます。逆に裁判所が不適切な判断を繰り返すような場合は、内閣は最高裁判所の長官や裁判官を変えて、国会は裁判官を弾劾する裁判所を設置することができます。このように3つの機関が互いに監視し合う仕組みを作ることで、権力の暴走を防ぎ、国民の自由や権利を守っているのです。それではここからは、この3つの機関について、それぞれもう少し詳しく見ていくことにしましょう。まずは国会についてです。国会は日本の立法機関であり、法律を作る役割を担っています。この国会は衆議院と参議院という2つの議員で構成されており、それぞれの議員は国民による選挙で選ばれます。議員の任期は衆議院が4年、参議院が6年です。ただし衆議院には内閣による解散の制度があるため、実際には4年より短くなることもあります。一方、参議院には解散がなく、3年ごとに議員の半分ずつが入れ替わる仕組みです。このように衆議院は入れ替わりが激しいため、国民の声、つまり民意を反映しやすい一方、参議院は安定した構成が保たれるため、継続性のある慎重な議論ができるようになっています。そして国会で法律を作るには、この2つの議員で法律案が可決される必要があります。しかし、意見が一致しない場合には、両院協議会が開かれます。それでも一致しなければ、一定の条件の下で衆議院の意見が優先されます。これを衆議院の優越と言い、法律案の再可決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名といった重要な場面で衆議院の意思が優先されるのです。
このように衆議院と参議院にはそれぞれ異なる特徴があり、互いに役割を分担しながら日本の法律は作られているのです。次に内閣についてです。内閣は日本の行政機関であり、法律を実行する役割を担っています。つまり国会が定めた法律や予算に基づいて政策を実行するのが内閣の仕事です。内閣はその長である内閣総理大臣とその他の国務大臣によって構成されています。そしてこの内閣総理大臣を選ぶのは国会です。ここでも衆議院の優越が認められているため、通常は衆議院で多数を占める政党の党首が内閣総理大臣になります。そして選ばれた内閣総理大臣は各分野を担当する国務大臣を任命し、自らの内閣を組織します。このようにして内閣は行政の中心として政治を行っていくのです。最後に司法についてです。裁判所は日本の司法機関であり、法律に基づいて裁く役割を担っています。日本国憲法では司法権はすべて裁判所に属すると定められており、行政や立法と厳格に分離された独立機関です。裁判所には全国を管轄する最高裁判所と各地に設置されている下級裁判所があります。下級裁判所というのは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の4種類のことです。裁判所の主な役割は法律に基づいて様々な争いを解決することで、例えば個人間のトラブルである民事事件や犯罪行為に対して刑罰を課すかどうかを判断する刑事事件などがあります。このように裁判所は他の権力から独立した立場で社会のルールと正義を守り、国民の権利や自由を保障するために重要な役割を果たしているんです。ここまでが日本国憲法の第6章で、続く第7章では財政について定められています。財政とは国がどのようにお金を集め、どのように使うのかという仕組みのことです。まず憲法では、国の財政を動かす権限は国会にあると明記されています。国が何かにお金を使うには、まず内閣が予算案を作成し、それを国会に提出して審議と議決を受ける必要があります。また、国が新たに税金を課したり、税率を変更したりする場合には、必ず法律による裏付けが必要です。さらに、戦争や災害などでどうしてもお金が足りない場合には、国が国債、つまり借金をして資金を調達することもあります。しかし、この場合も国会の承認が必要で、政府が自由に借金を増やせるわけではありません。また、内閣には毎年必ず決算報告書を国会に提出する義務があります。つまり、どのようにお金を使ったのかを国会、ひいては国民に説明する責任があるのです。このように日本国憲法では、すべての財政活動を国会のコントロール下に置くことで、国民のお金が適切に使われるようにルールを整えています。続く第8章では、地方自治について定められています。地方自治とは、地域のことはその地域に住む人々が自分たちの手で決めて運営するべきだという考え方です。戦前の日本では都道府県知事や市町村長は国によって任命されていて、地方の政治も国の強い管理の下にありました。つまり地方にはほとんど自治の仕組みがなかったのです。しかし戦後に制定された新しい憲法では、地方にも民主主義を広げることが重視されました。そのため地方のことはできるだけ地方の住民が決める仕組みへと変わったのです。日本国憲法では地方自治の仕組みについては法律で定めるとされており、これに基づいて実際に新しい地方自治法が施行されました。この法律により都道府県や市町村などの地方公共団体には自らの意思で政治を行うための地方議会が設置され、住民の選挙によって選ばれた知事や市町村長が置かれることになりました。また、地方行政や警察に近い権限を持っていた内務省も GHQ の指示の下で廃止されることになりました。これは地方自治を実現するために必要不可欠な改革とされていたのです。このようにして日本の地方政治は中央の管理下から住民主体の自治へと大きく転換されました。そして日本国憲法の第9章では、憲法を改正するための手続きについて定められています。当然ですが、憲法は国の根本的なルールであるため、簡単に変更できるものではありません。よって憲法を改正するためには特別なルールが設けられています。
まず、衆議院と参議院のそれぞれで3分の2以上の賛成が必要です。これは通常の法律が過半数で成立するのに比べてはるかに高いハードルです。そして国会で可決された憲法改正案は国民投票にかけられます。この国民投票では有効投票の過半数の賛成があって初めて改正が成立します。このように日本国憲法は国会だけでは改正できない仕組みになっていて、最終的には国民自身が判断するという民主主義の原則が貫かれています。戦前の大日本帝国憲法では天皇が憲法改正の権限を持っていましたが、日本国憲法では主権は国民にあると明記されているため、憲法の改正も国民の意思によって行われるのです。